飯旅 Season 5. 今回の飯旅はガチでまた食べたい全日本回転寿司ランキングベスト10食べ比べてみました。食いしん坊の皆さんこんにちは。今回は日本ランキング上位の回転寿司を食べ歩いて、実際のところどうなのってのをちゃちゃっとまとめてみました。現在の食べログ日本ランキングはこんな感じ。第10位別府亀章くるくる寿司。第9位塩釜回転寿司塩釜港。第8位新潟回転寿司弁慶。第7位福島サスケ。第6位福島うまかて。福島多いな。第5位米子回転寿司北海道。第4位福井魚心。第3位富山回る富山湾寿司タワー。日本海側ばっかりじゃん。第2位新潟佐渡回転寿司弁慶。第1位札幌根室花丸。とこういう感じなんですが、実際食べてみてどうなのかっていうのをこれから発表していきたいと思います。あくまでも我々の主観で判断しておりますんでね。ってなことで、そこのところは日頃日本中を食べ歩いている私たち飯旅ーズの完全に我流かつ非常に感覚的な判断になっておりますので、あらかじめご了承くださいませ。ということで、飯旅的上位妥当だと思うお店を順番に紹介していきますよ。評価の低かったお店はあえて除外して7位からカウントダウンしていきます。参考プライス指標として本マグロ、赤身、イカ、イクラ、甘エビの4種の合計金額を表示していますのでご参考に。それでは早速第7位回転寿司トリトン。回転寿司トリトン。はい、トリトンさん。トリトンさんは日本ランクだと12位で県外だったんだけど、いやそこがベスト10入りするならトリトンの方が上っしょってね。ねえ、上位ランクインしてるお店実際食べてなりましてね。はい、ってことで独断と偏見で7位入賞はトリトンさん。北海道回転寿司の代表選手ね。札幌ではやたらとトリトン大人気なんだけど、実は私たちはあんまり行かないんだよね。そうなんです。最近はシャリの大きさも選べるようになったけど、もともとはデカネタデカシャリのイメージだったんでね。特にデカネタは苦手の飯旅ーズ。はい、シャリもネタも小さめ、一口サイズが好きなんです。だもんでね、トリトンさんは避けてたのよね。混んでるし。そうなんです。シャリ加減もちょっと酢多め柔らかめなんでね、最初ご飯炊くの失敗したのかなと思っちゃったからね。でもどこのお店に行っても同じような柔らかい一貫したコンディションなのでね。なるほど、そういうマニュアルなのですねと納得。ある意味立派だと思うんですけどね。どの店舗に行ってもブレないシャリ加減がね、が我々にはちょいと柔らかすぎでしょうか。これは好みなんで、結構そういうことをコメントで書いてる人を見たことがないんで、皆さんあまり気になさらないのかなと思います。だけどね、ネタもただただでかいという印象が強かったんでね。そうそう。でも北見創業店に行った時に驚いたんだよね。ネタも随分と美味しくてでかくなくってね、どれも新鮮で美味しかった。あら、この本マグロ赤身なんてもう中トロクラスのとろけちゃうって感じだね。ほんまや、このマグロは最高だったね。完全中トロおいちゃんが好きなやつだでしょう。でも赤身好きな私にとってはちょいと脂が乗りすぎちゃって困るの。普通に赤身が食べたいんです、さっぱりと。だから赤身は赤身でお願いしたいと思います。はい、わかりました。さすがは創業店っていうことなのかな。札幌のお店とは随分と印象が違いましたよね。だけど食べログでは日本ランキング最上位なのは12位の豊平店 3.60 っていうのが最高で、ちなみに北見創業店はなんと 3.26 ととてつもなくローレーティングなんです。Low rating. 3.26 言ったら逆にやばいレベルじゃない？ね、
やっぱ食べログっていうのは都会ほど評価が甘くなる傾向が強いっていうのが分かりますね。なるほどね。そっか、東京のお店は特に評価が甘いって感じするもんね。する。北見トリトン三輪店美味しかったよ。イカもイカったし。第6位、回転寿司カポわさびだてわさび。はい、伊達を訪れて寄らないことはないこちらの回転寿司、北海道トップレベルの回転寿司であることは間違いないと思います。こちらは完全職人さんによる手握りのお店。お店の作りも回転寿司割烹を歌うだけあってとっても優雅な雰囲気なの。なのに今回上位選出の中では一番お値打ち価格でお寿司を堪能することができます。ネタは間違いないね。はい、そしてこちらわさびさんが唯一北海道でのどぐろを常備しているので、そこんところがお気に入りポイントだね。あ、はま寿司のキャンペーンののどくろ100円ってやつは抜きでね。そっか、それあった。あと白老牛の握りなんかもあるしね。そうなんだよ、肉寿司はあるんだけどいいやつないんだよね、北海道は。ねえ、どうしてなのかしら。ここは白老牛握りがあったりのどぐろがあったりでね。ってのはわさびさん以外見たことない in 北海道。 in Hokkaido. ね、平取牛寿司も平取界隈で探したんだけど見つからなかったからね。そうだよね。和牛肉寿司美味しいよね。だよね。ね、第5位、海鮮寿司塩ガラン塩ガン寿司塩ガラン仙台中心部から北東に30分ドライブ。あらまあ、開店前からすんごい人だかり。はい、開店前の人だかりはここは国内トップクラス間違いないですね。ね、外観は正直全然美味しそうには見えないお店なんですが、生マグロに仁王サバ、宮城サーモン、正直度肝を抜かれたお店なんです。ねえ、初めて来た時びっくりした。こんなに美味しい回転寿司が北海道以外にもあるんだってね。以来飯旅図が国内屈指にお気に入りの回転寿司となったんです。仙台来たら必ず牛タンより塩釜こうね。間違いありません。そりゃそうだ、美味しいもん。私的にここが日本一お気に入りの回転寿司かな。おー、ってことはここのマグロがうまいってことだね。そうなの、信じられない。187円でこんなマグロがありえない。確かにメニューに本マグロとは歌ってないんだけども、味的には完全本マグロの味してたね。どちらのマグロさんかわかんないけど、こんなに美味しいやつ2貫で187円ってさ、ありがとうですね。本当にありがとうよね。そしてやっぱり三陸サーモンだね。やっぱりうまい三陸サーモン。なんでかな。北海道出身の我々をのけぞらせるほど美味しいサーモンがここにあるんです。マジ溶ける、とろける。とろけるね。行列納得のハイポテンシャル回転寿司。ポテンシャル第4位、回転寿司弁慶新潟。こちらも大人気回転寿司ね。日本ランク2位っていうのは佐渡の本店なんだけど、まだ行けてないので同8位の新潟店の映像でご紹介します。前回新潟に来た時にあまりにもの行列ぶりに断念。今回は何としてもいただきたく気合で待ちました。はい、2時間ぐらいかな。長かった。みんなぐったりしてたね。いや、そりゃそうだ。飯で待てる限界っしょ、2時間言うたら。そうね、2時間以上待った経験はさすがにないかな。さまった甲斐があるのかないのか、いかがかな。これがね、イカ美味しかったんだよね。しかも242円でしょ。やべえぜ、北海道負けそうってなぐらいいいイカでしたね。最近じゃ北海道でもイカ高くなっちゃってて、なかなか手出なくなっちゃいましたね。イカなんてさ、100円台の代名詞みたいなネタだったのに、今じゃ300円400円してっからね。
道外の方がイカが安いみたい。そうだね。本マグロも安い中トロレベルの上ネタだったし、しかしイクラはべらぼうに高い系。やっぱ北海道はイクラとかウニ安いんだね。最近すっげえ高くなっちゃったけど。九州は意外とイクラ安かった。多分アメリカ産使ってんのかな。んだ、国産じゃあのプライスは無理だね。2貫で200円ぐらいのところもあったよね。のどぐろもちょい炙りでめちゃめちゃ美味しいし、甘エビねっとりしてて新鮮すぎ、激うまっす。これは人気になるわね。あ、文句なしのトップクラス回転寿司だね。ね。第3位、回る寿司メケモンドルフィンポート鹿児島の寿司メケモン。ミスタービーズ的に鹿児島来たらここなんですね。はい、前夜も実はメッケモンさん来たんですがね、まあ混んでると思ったんで閉店間際狙いでね。そうそう、夜8時頃に来たらすでに本日の受付終了しましたって相変わらず大人気ですね。というわけで翌日はランチ開店10分前に来てみたら1巡目で入れました。まあ曜日にもよるかもしれませんがね。はい、青物三種盛りってやつがすごかったですね。アジ、しめ鯖、きびなごがセットでいただけますってやつなんだけどね、すんごいよねこれ。アジなんてさお作り状態だよ。さらに驚いたことにだよ、アジの骨は後で唐揚げにしてくれちゃうってんだから驚いた。すごいよね、回転寿司だよね。はい、カラッと揚がったアジの骨せんべい、唐揚げっぽい味付けですね。唐揚げだし。あ、そっか、これがまた美味しいビールのつまみにもってこいのやつだ。気づけばグリーンがわっしゃわしゃおでの分まで食べちまいました。いや弱いからさおじさん。そうなの。やっぱメッケモンさん、特にドルフィンポート店さんは別格ってことでよろしいでしょうか。そうだね、実は他の店舗にも行ってみたんだよね、メッケモンさん、ちょっと様子が違うぞって感じでね。ね、別物って感じがしたね。まあもっと他の店舗も行ってみなきゃだけど、やっぱ日本の回転寿司はこうでなくっちゃね。ちゃんと美味しそうなお寿司が回っててさ、職人さんがあっちこっちで威勢よくって鳴らしながら手握りしててね。そうそう、そんな音だっけ、この音この音でね。手袋なしってのがまたいいじゃないの。ね、これぞ日本の寿司。これはマジメッケモン。上位にふさわしいお店です。っていうか上位のお店はどこもいいよね。順位なんかどうでもいい。みんなすごいいいお店ばっかり。本当だね。第2位、根室花丸。根室花丸。はい、ミスタービーズのフェイバリット回転寿司でもある花丸さん。食べログでずっと1位の JR タワー店は混みすぎててやばすぎて一度も行ったことがないんですが、こちらがその根室創業本店ね。やはり根室でも相変わらず行列大盛況のお店のようです。地元の方々も結構いらっしゃってるようですね。漁業従事者が多いこの町ですごいよね。だよね。夕方サウナに行ったらさ、いたのほぼ漁師さんだったんだよね。なんで漁師さんだってわかんの？スポポなのに。話の内容がさ、完全に漁師だもん。そっか、女湯ではありえないからさ。なるほど、そうね。港町根室ピーポーも納得の寿司屋さんね。安定の安くて美味しい花丸さんね。結構いろんなところでお店出してるけど、どこのお店で食べてもあんまり変わらないハイポテンシャルなのよね。港町根室ピーポーも納得の寿司屋さん。そして安いんだよね。本マグロ赤身で300円ちょぼちょぼでしょ。なかなかないよ今時。中トロで400円ちょいだからね。そうね。そして圧倒的に美味しいと思います。値段抜きにしてちゃんと美味しい上等な赤身ですね。これはそう、これが私の好きな本マグロの赤身です。 It's the マグロ赤身。完璧な本マグロです。さすがは花丸はで、イカの方はいかがでした？イカにうるさいイカれたバッポおじさん。イカれた親父のバッポですが、マイカなのにヤリイカのような歯ごたえのあるいい食感の美味しいイカでした。花丸さんではむにょっとしたイカなんて
出てきたことないですね。確かにイカって分かりやすいよね。ほとんどのお店がさ結構むにょっとしたイカ出してるけど、でしょ接客、シャリ、海苔、お醤油の出し割り具合が素晴らしい。自民党議員の国会答弁みたいなあれのね、形式的な心のない自己紹介なんてないし、ちゃんとお寿司屋さんね。厳しいね。第1位、金沢マイモン寿司、金沢。そして大トリはなんと意外なランク外からの選出となりました。驚きましたね。びっくりしましたね。それほど美味しかったんです。すべてが完璧でした。なんと食べログランキングでは日本47位からの大抜擢でございますね。まず店に入った途端、カウンターの中にいる職人の数がすごかったですね。もうすごかったね。8人ぐらいいた、それぐらいいたね。いたさん、びっくりとあげたね。まだ一度しか食べてないんですが、それくらいのインパクトがあった美味しいお寿司だったってことですね。はい、確かに美味しかったです。もう回転寿司のレベルじゃないなって思いました。思った。久しぶりに握りの寿司お好みで食ったわって感じ。そういうクオリティでしたね。あんなに忙しいお店なのにねえ、だからなおさらすごいと思ったね。たまたま座った席が良かったのかもしれないけど、目の前に立ってた人、板長か店長か親方かわからないけど、あの人の仕切る店はああなるなあ思いましたね。活気があるけどうるさくない、心のこもった態度と立ち振る舞い、目配せ、オーラが出てたわ。出てた。ものすごい安心感。握り担当、軍艦担当と役割分担がしっかりされてて活気のある店内。そしてお寿司が出てくるのも早いね。完璧なシャリ加減、完璧な握り加減、圧倒的でした。度肝を抜かれた鮮度とうまさ。料金的には安くはないけれども納得の内容。ちゃんと美味しいものを食べるなら間違いなくここを選ぶだろうね。確かにまた金沢に来る楽しみができたわね。ああ、嬉しい限りだ。小皿が九谷焼でさ、すんげえ可愛いの。ああ、いいの使ってたね。売ってるみたいだったね。買えばよかった。食べ終えた皿には泉チュインゴ泉珍魚の詩が書かれてて素敵だった。珍魚？漢字読めないから意味わかんなかったけど。相田光雄のじゃないんだあれ。違います。何をとっても一歩先を行く回転寿司なんじゃないのかしらね。間違いないね。これぐらいのクオリティでこの値段なら全然いいんだ。ということで、日本の回転寿司食べログベスト10を紹介しました。言うてもベスト10から紹介したのは4件だけだけどね。はい。あくまでもまた食べたいお店を紹介するっていうのがチャンネルの趣旨になっておりますんでね。そういうことなんです。あくまでも試験ですが、他にもトップランカーに引けを取らない回転寿司もいっぱいあるんだけど。そうだね。北海道も美味しいけど北海道だけじゃないよね、美味しいの。北海道の回転寿司特集、北海道回転寿司選手権もよかったら見てみて。他にも美味しいお情報ございましたらぜひコメント欄で教えてください。よろしくしなちく。Jakaino Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Sapporo de Tabarubeki Gotorchi Meshi des Otanoshi Mini. See you soon. 食べログの信憑性っていうのは年々ずれてきてるような気しますね。もともと鵜呑みにはしてなかったけれども、基本新しい地域に行くときは食べログの上位からしらみつぶしで食べ歩くのが基本だったでしょ、我々。もうそれだと、上位の方ほどっていうのが多くてね。確かに効率が悪いってことで口コミ欄をよく読んでから総合的に判断して食べ歩くようにして効率が飛躍的に向上したんだけども、なんだろうね、食べログの評価が高いからたくさん人が来るのか、人がたくさん来るから評価が高いのかわかんないけど、人だかりだけで味は二の次みたいなところが結構あるね。特に観光地の1位になってるようなところっていうのは
そういう系のお店が多いんで、注意が必要かと思いますよね。確かに。今日もちょっと悲しい事件がありましてね。そうですね。今我々は九州巡業を終えて、北海道に戻る途中青森まで来たんですけど、で青森で楽しみにしてたお店がね、一軒またなくなりました。なくなったというか、お店はあるんだけれども、なんか経営が変わられたということで、メニューが随分変わってたんで、あれおかしいなと思って、でその料金が随分上がったけど、前みたいなメニューはお昼はやってるんですか、たまたま夜行ったんでね、お昼にはあるんですかって聞いたら、いやもうないみたいなね、従業員さんもちょっと悲しげな、経営が変わっちゃいましてねみたいな。ああそうですかって言って、ちょっと切なくなりました。値段は上がってるわ、味は落ちてるわって言ってね、実名を出して言うわけにはいかないのであれですけど、お察しいただければと思います。ちょっとショックを抱えながら北海道に帰りたいと思います。なんていうんですか、やっぱり人間がやることなんで、水物というかね、皆さんも経験あると思うんですけど、好きだったお店が味が変わっちゃったりなくなっちゃってね、料理長が変わっただけでも随分と味っていうのは変わるんで、食える時に食っとけってことですね。さあ北海道も楽しみですね。また函館はかなり久しぶりなんで、楽しみにしております。北海道の第1弾は函館になるかな。お楽しみに。バイ、Thank you。ちょっと今夜のフェリーは揺れそうなんで、もう飯旅が出なくなったら沈没したと思ってください。あんな人みたいな言い方しないで。いや沈没したらこれ自体がリリースできない。リリースできない。そうだった。